接続状態は良好になってますね。来ましたかね。はい。時間になりましたので、今日も始めさせていただきます。ドロです。どうもよろしくお願いします。はい。今日なんですけども、早速ちょっと先に、ライブ始まる前にちょっと起こったことから話をさせていただきますね。実はですね、ちょっと最初に変な話ですが、しめじいさんどうも、いつもジャストにありがとうございます。よろしくお願いします。今日ですね、またなんか音が悪いとかなんかあったら本当教えてくださいね。すいません、いつも。はい。今日実はっていうか昨日ぐらいから靴ずれを起こして、ウォーキングとかちょっと早歩きでランニングみたいなことをしていたら、いえいえ、とんでもないです。そうそう、1000人になったって書いてあったから、おめでとうございますって、ちょっとたまたま、見かけたので、はい、できました。音大丈夫、ありがとうございます。はい。実はですね、ちょっと水ぶくれになってしまって、足の、薬指かどっかが。で、これ原因が、僕の方で靴下を厚く履いてたんですね。はい。で、靴下厚く履いてて、いつものランニングシューズを履いて、歩いたりしてたんですけど、やっぱり、ちょっとね、靴がもともと結構ジャストフィットしていたものを使っていて、はい。で、やっぱ、靴下を厚く履いて寝てしまって、パッと起きて、出かけたがために、それで、ちょっとね、靴がきつくて、水ぶくれになってしまったということなんですよ。で、水ぶくれはいいんですけど、皆さん、どうも、トイダさんもお疲れ様です。すいません、いきなり最初、水ぶくれの話から入ってますけど、はい。皆さんはどうなんですか？その、水ぶくれとかできるときに、もうこれ問題が、結果から言うとですね、水ぶくれが結構大きかったので、ネツさんどうもこんばんは。お願いします。どうも。水ぶくれの話題です。すいません、最初。水ぶくれって水出しちゃいますか？水出さずに、あれします？結論から言うとですね、僕出しちゃいました。もう痛くて。で、なんか、出さない方がいいって書いてあるのもあるし、出した方がいいよっていうのも、書いてあったりする。ここで書いてあるのが、ちょっと大きな水ぶくれは、潰した方が痛みは和らぎますというふうに書いてあったので、一応それを、もう痛いなと思って、で、明日からも、水ぶくれができて、もう、ちょっと、ウォーキングとかね、朝のね、ウォーキングとか、ランニングね、本当にいいんですよ。午前中にいろんな活動ができるって、当たり前ですけど、僕夜中心の活動っていうか仕事もそうですし、ですけど、午前中にトレードのこととか、いろいろできることってすごく大きくって、これどうしても毎日続けて楽しいし、やっていきたいと思って。で、この水ぶくれを、やめて近くを潰して水出しちゃって、で、なんかジェルの、もうちょっと変な話、なんだっけ、あれやりました、冷えピタって知ってます？熱の冷ますやつ？冷えピタってジェル状になってるから、あれ、巻くとですね、結構クッションになるなって勝手に思って、ちょっと YouTube でも見たら、そういうジェル状の何か、絆創膏であってそういうのがあると、いいよみたいなの書いてあったので、消毒して、ジェルみたいな、これはちょっと冷えピタいいなと思って、冷やすのもいいかなと思って、ガーゼみたいな感じに、巻いたということになります。明日からもね、ちょっと試して、これで歩いてみようかなと思ってるという話ですね。どうなんですかね？皆さんもそういう経験とかあったらまた教えてもらいたいなって思って、最初ちょっと話しました。大したことじゃないんですけどね。はい。水ぶくれ、そうですね。なかなかならないなと思ったんですけど、なりましたね。はい。でも、健康であることは間違いないなと思います。歩けて、毎日、
卓球もそうですけど、運動できることはね、すごく大きいなと思ってます。はい。それでは、一応先にちょっと、今日のお話ですね。今日は11時半にまた相場がありますけど、最初に昨日の相場から今日の流れを説明して、今日特集ということでコモディティのことについてね、またちょっとお話をしていきたいなと思っております。で、コモディティの方はちょっと難しい話もしようかなと思ったんですが、やっぱりね、まだね、コモディティはね、難しい話をするより、まだ、この間ちょっとコモディティのことで調べたら、その日本人の全人口のコモディティがですよ、4% ぐらいしかやってないっていう話なんですよ。もう、だから、もうコモディティ自体をトレード、高橋ダンさんはこう、いろいろ言ってくれたんですけど、それでもまだ、金とか銀とか農業商品とかコモディティに投資する人っていうのは、全人口の100人のうち3、4人と。ということは、これについてもっとマニアックな話をすれば、マニアックすぎちゃうんですよね。だから本当になんか今日はちょっとレベル的には低いかもしれないんですけど、どうやってコモディティがこう、需要と供給があるかとか、そんな風にね、最初ちょっと考えたんですよ。なんか難しい話になっちゃうかなとか。で、できるだけ僕もトレード目線でなんか簡単に話せることないかなっていうことでちょっと用意したものがあったらまたそれを紹介していきたいなと思います。で、今は分散投資っていうことをする一環でコモディティがいいよってこともちらっと知ってる方はね、知ってると思うんです。じゃあコモディティどういうところがいいのかなっていうのも話できればと思いますね。はい。それでは、早速ですけども、昨日の相場の状況から、決算もちょっとまだあるので、話していきたいなと思っております。まず、今現在のことからもリアルタイムでアメリカの方を見てみますか。世界の指標ですね。これ、ナスダックと、これ見るより本当はあれですよね。この先物を見るより、トレーディングビューの方が分かりやすいですよね。このS&P の先物とナスダックの先物を見れば。これ見て、もうこっちの方がいいか。ちょっとごめんなさいね。こっちのコモディティ、これ見せますね。こっちのナスダックの先物とかこれ出てるので見ます。ですね、もうすでに、もう皆さんも、気づいてるかもしれないですけど、ナスダックの先物が今の時点で 2.7% も落としてます。原因は、もうこれ、あれですね、Facebook の決算ですよね、これ。Facebook の決算が、昨日のアフターで 20% ぐらい落ちた。で、なんか、ポストプライムでも言ってる人いるかなFacebook、メタの暴落というか。これが多分影響して、ナスダックがボーンと落ちてると。で、ちょっとまた、それに影響されてか、S&P も、ここまで落ちてなかったんですけど、今の時点でももう 1.3 落ちています。ただ、これちょっと長い目で、空売り成功。そうだ、何をやったんですか？空売りは。短期的にはね、いいとは思うんですけど、長期目線の人、でもね、これね、思うにはちょっと考え方として僕は、長期目線の人は、1月の月末で月足が出た時に、S&P500 は4400を切らなかった。まずはセーフって感じですよね。うん。で、ナスダックも、一応月末に関して最後プッと上がってきた。ナスの空売りしたんですね。大きくできたでよかったですね。なんかダンさんもファング指数かなんか売るとか言ってたな。でもなんか、さすがにみんな IG 証券売り金だとかって言ってたかもしれないですね。はい。短期では、成功するが。今日も一応様子見てもらえればね、売りの方はいいかなと思います。はい。ちょっとすいませんね。僕なかなかショートに関しては、すいません。なかなか解説ができないっていうか、
ショートをやらないわけじゃなくて、ね、こうやって、ショートは、ロシアも書いてありますけど、基本、表示はしないようにしてます。もうちょっと長期目線でね、見たいので。だから多分短期の方とか、ネッツさんもそうですけど、結構、1日の値動きで何回も見てないと、なんていうの？気になるじゃないですか。これ、今、売り時は何かとかね。なんで、まあ、短期間でやられる方は、今回もうまくいけばいいですけど、僕はどっちかというとこう、ちょこちょこ値動き見るのが嫌だっていうか、ので、まあ、ちょっとやって、と言いながら、実はちょっとやっちゃってるものもあるので、また今日時間があれば紹介しますね。解説はしてないんですけど、トレードの中では、売りを仕掛けてるものもあります。みんなにはやらない方がいいとか言ってやってるやつがあるんで。はい。はい。まあ、そうですね。解説は解説で、トレードはトレードっていうのもありますよね。ちゃんとこれ全部入れてますし。はい。で、また話戻すと、ダウがまだ下げてません。はい。ダウが下げてません。ユーロ来ましたね。これさっきダンさんが速報で出してた、あれですね。ユーロとイギリスはあれですね。利上げの関係ですね、きっと。ズドーンときましたもんね。ビックスもキュイーンと上がりましたね、これ。これ今日本当用意ドーンでちょっと怖いですけどね。でもダウが下げてないのは明らかにハイテクの決算かなと思います。はい。はい。それで、これの方はアメリカに変えて、また11時半になったらね、アメリカの相場に戻りますのでね。まあ、ダウの CFD はまだ 3.8 ということになります。はい。それです。あと世界のとこちょっと見てきますね。はい。トイダさん。どうも、お花さん、どうも、こんばんは。よろしくお願いします。ネツさん、ぜひ聞きたいです。もう、これは、ライブだから言うけど、トレード推奨してるわけじゃないですからね。それは、後でまた言いますけど。今、先に言っちゃいますわ。天然ガスのショートです。はい。天然ガスの、ところで、一応見て、短期間で、レジサポラインのここを超えるだろうなっていう 5.5 っていうところがもう来たら、もう売り仕掛けたろうと思ったら、もうバチンと今日来ました。はい。かなり含み益も出てますけど、これはやっぱりまた、ショートはやめた方がいい。これは僕は完全にギャンブル的な要素を持ってやってるっていうことですね。はい。トイレさん、そう、売り金入ってましたよね。ファング。みんな、分かってたんですね。Facebook の、メタか、の決算が悪いって分かってたんですかね。それか決算が出た瞬間に、いやーってやったんですかね。ね、いや、かっこいい。かっこよくないです。かっこよくないです。はい。今、ユーロとかすごいですね。はい。これは大きい動きしてますね。ドイツも。はい。イギリスが意外にですね、まだ動いてません。スイスも、フランスも、ヨーロッパが今すごいですね。これ11時半からの用意ドンもまたすごいかもしれないですね。ヨーロッパが。すごい利上げ踏みましたよね。はい。ボラが高いですわ、2月。はい。思います。かえってコモディティの方が今もしかしたら安全かもしれないですね。その安全な理由もまた話します。はい。他のちょっと国のとこ行ってきますね。インドネシア、オーストラリア、トルコ。トルコはトルコ 1% でもなんか大してボラティリティに見えなくなってきました。ブラジルボベスパが下がってます。もうちょっと行ってほしいです。ロシアはもう相変わらずめちゃくちゃです。はい。はい。コモディティが、ハードコモディティが、ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウム、ちょっと下がってきております。原油もちょっと今下がってきてますけど、大したボラティリティではないです。天然ガス下がってますね。見えますかね。はい。7.54 まで来ましたね。はい。多分、はい。かなり、1
ちで、そうですね、かなり利益が出てると思います。はい。ソフトコモディティの方が、大豆、コーンが落ちましたね。小麦も落ちましたね。ただ、これを長期で見ればどうなのかっていう話ですね。またこれ、今日の動きだけなので、長期で、今日はお見せしたいと思います。ココア、コーヒーもお見せします。はい。一応ビットコインと、ここはちょっと下がってるので、土曜日、まあちょっと仮想通貨やりますけど、他のこともちょっと ETF のこととかも、不動産のこともやりたいので、まあ、土曜日はね、ビットコインとかちょっとこうやりつつ、ディートとかもいろいろやっていきたいなと思っております。はい。それでは、まだ、相場まだ時間があるので、あと、ちょっと相場の関係で、ちょっとこの決算のやつを確認だけさせてくださいね。はい。復習はまた後でもいいですね。Amazon が2月4日、明日ですね。決算がありますけど、GAFAM プラス、今最近 GAFAM プラス F っていうんですね。なんていうか、GAFAM の5社以外に、プラス、なんだ、F じゃねえか。あれテスラだから T か。T を入れてるみたいですね。GAFAM T っていうんですかね。6社。Apple、Amazon、Facebook が、まあ、メタなんかわかんないです。Microsoft、Google というのプラス、テスラみたいですけど、その大型株の、ハイテク決算が、まあ、Apple 良かった。Amazon がやばいかもっていう話がチラチラと出てますね、今やっぱり。はい。それから、Google は成功。大成功。それから Facebook が、もう今日出ますよね、これ。ここ。怖いですね、これ。どんだけ落とすんですかね。20% だからもう、このデッドゾーン、僕これすいません、もうリスクリワード非表示にしてます。もうどれだけ落ちるかわかんないので、メタが 20% っていう噂なのでね。はい。もう、カーンと。この Google もカーンがすごいですね、これ。はい。ここが明暗分かれましたね。で、マイクロソフトはもっと前にやってるので、もう出してないかな。出してないですね。もう原因、そうですね。マイクロソフトはもう前に終わりましたのでね。で、あと主要、ペイパルも落としてましたね。すっごい。ビビりました、あれも。なんだなんだっけ、インテックはどうなっちゃうんでしょうかね。決算メタメタでしたね。なんで、まあ、あと、この車のフォード、ゼネラルモーターズ。今日ゼネラルモーターズも出てくるかな？決算出てますね。良かったですね。まあまあ。これもしかしたらちょっといいかもしれないですね。こんだけ下げてるので。今日、ゼネラルモーターズはもしかしたらちょんといくかもしれません。フォードももうじき来ますね。すいません。決算のやつが詳しく全部は出せてないですけど、今日コモディティの方出してるので、またパーッと11時半に出していきたいと思いますけど、大型株がね、どういうふうに、まあ、動くかっていうことで、まあ、ちょっと、もしかすると、この今週は、まずいかもしれないですね。でも、まあ、Apple と Google が月末にかけて上げてくれたので、まあ、良かったです。まあ、とにかく月末の月足とか、長期の方とかは、どうしてもそのレバナスとかね、あるじゃないですか。買いに関しては。だから、ある水準下がっちゃうともう悲観になっちゃうのですごい。気持ち的にもそうだし、テクニカル的にも。だから、その月末に向けてどうなるかっていうとこを考えた方が、まあ長期の方はいいかなと僕は思ってます。まあ短期の場合はね、今みたいに、ネスさんみたいに、この1日2日ぐらいで、こう、決算見て、勝負かけて、ワーンと落とした時に、ショート決めたりとかは、そういうのもありかなと思うし、まあ、言い方があると、ネットフリックスとか、皆さんもやってるかしれないですけど、僕、影でこれネットフリックス買ってますからね。はい。はい。どうしよう。見せますか？せっかくなので。これ、ですけど、ネット
トフリックスが、はい、400のとこで、そこを見て、買ってますね。ロング入れました。誰かね、大口の方がね、ドカーンと買ったのと、あと、もうどう見てもネットフリックスが安すぎると思ったんですよ。どう見ても。はい。なので、ロングを仕掛けたりしました。はい。はい。ということで、これちょっと、出てるかな？まあいいか。また後でこれまた見せますね。コモディティの件もあるので。はい。それでは、まだちょっとできますね。10分ありますね。では、せっかくなので、ここから、コモディティのちょっと特集というか、お話を一回挟んで、から11時半のね、相場を一緒に皆さんで見ていきたいなと思います。まずちょっと前提に今日さっき冒頭でも話したんですけど、コモディティのことをちょっと話したいんですが、これって、まずコモディティって皆さんはどれぐらいやったことがあるというか、またそれも気になるんですけど、ちょっと今これ出すやついきますね。コモディティっていうと、まず皆さんご存知か、エネルギーのこの原油ですよね。はい。で、IG 証券の方とかは、まあ、いろんな原油があるかもしれないですけど、僕は一応、まあ、ここで出してるのは、ニューヨークの原油。はい。ドル建てですよね。それから、北海原、イギリスの原油。それから、天然ガス。まあ、ニューヨークですね。これ天然ガスも、細かく言えばいくつかあるみたいですね。ETF もあるし。はい。で、金ですよね。まあ、全部これ、僕の場合基本ドル建てですので、金スポット、USD なんだっけ ?GUS、名前忘れちゃったな。はい。ですね。金先物。から、銀ですね。CFD の銀。それから、プラチナ、パラジウム。これはもう、分析だけですね。僕今んとこ分析だけ IG 証券でやってます。はい。で、アルミニウム、ニッケル。ここら辺やってる人って相当だと思いますけどね、僕。なかなかいないと思いますけど。一応、出来高が少ないので、週足チャートにしてます。はい。それから銅、木材もなかなかやってる人いないんじゃないかなと思います。今のここまでを、ハードコモディティ、硬いのでハードコモディティって言いますよね。はい。で、これに関して、まあいいや、後で言うか。それからラインナップだけ言ってみますね、また。久しぶりなので。ソフトコモディティが農業生産の小麦、トウモロコシ。僕はトウモロコシはやってます。小麦は、ちょっと前にIG 証券でショートとかやった記憶があります。それから大豆。ちょっとリスクリワード書いてるんですけど。砂糖。はい。コーヒー、ココア。このあたりかなと思うんですけど、ね、皆さんがやってる。たまにコットンとかオレンジジュースやる人もいるのかなどうかなって感じですね。はい。まあ、馴染みのある、名前は馴染みのあるもの。コットンはちょっと馴染みないか。はい。ここごめんなさい。バリュー株ですね。今の大体言ったものが、まあ、ソフトコモディティになりますね。いいですよね。もう、これぐらいでも十分かと思います。で、今回、ちょっと出した、内容がですね、楽天証券さんのコモディティ入門特集ということが書いてあります。はい。コモディティ入門特集。もう、聞いたと思うんですけど、コモディティっていうのは、一応ファンダメンタル的には、天候であったり、政治不安で、情勢不安であったり、新興国の成長であったり、まあ、資金流入、まあ、こういうのもあるわけなんですけど、今ちょうどね、皆さんもニュースとかでいろいろ聞いてることもあると思うんですが、まあ、例えば、天然ガスであれば、このロシアとウクライナの関係の今、ちょっとね、
内戦というか侵略とかの関係で、ヨーロッパの方が、なんかこうガスが止められるんじゃないかとか、そういうことだってこう急騰したりとか、そういう要素がありますよね。エネルギーの関係は、特にエネルギーの関係は政治とかすごく左右されますよね。でそれから、今、需給の関係で言えば、農業商品っていうのが、生産がちょっと厳しかったりする地域があったりとか、天候によってとかも当然そういうのが出てきますよね。まあ、そういったものが、あって、で、ニュースでもチラチラと聞いて、ああ、そうだなって、コーヒーも、身近で言うとなんかコーヒーとかは、もうなんか、原料っていうか高くなってきてる感覚を持ちますね。オレンジジュースはね、さすがにね、わかりにくいですね。身近でこう、ね、価格ってこう、わからないものもあるじゃないですか。実際に。はい。まあ、そういうことがあったりするわけです。で、ここに楽天証券さんでコモディティ価格の決定要因とはっていうのが書いてあるんですけども、まあ、いろんなことが書いてあるんですが、ちょっとここの、どれだっけ？まとめたところがいいかな？どこだったかな？僕ね、これをね、見たときに、そうですね。この中国の銅の輸入とか、これもいいかなと思ったんですけど、どこだったっけ？いろいろ読んでて、どこだったっけ？コモディティのトップ、ここか。これ確かに、つまり、あれ？グラフのこと書いてあった気がするんです。すいません。グラフのことが書いてあったんですけど、読んでてすいませんね。つまり、あれ？こんなとこじゃなかったと。もっとまとめるとっていうところがあったけど。この下かな？ごめんなさいね。ずーっと楽天証券で使って、ないですね。ちょっと、焦る。ちょっとごめんなさいね。スクールパパしちゃって。長期的なコモディティですね。シナリオなんですけどね。違う。言いたかったのが、実は、ごめんなさい、この楽天で書いてあったことで、ちょっと考えて、テクニカルで見てたのが、コモディティ商品っていうのが、上昇トレンドだったら上昇トレンドで、例えば要因があって、今、例えば天然ガスとかもそうですし、原油もそうじゃないですか。この上昇トレンドだったら上昇トレンドに、長い間行く可能性があるってことです。これどこに書いてあったんだろう？俺もそれ、そうだなと思ったんで、それをね、ちょっと見てたんですけど、ちょっとね、短期間で言ってるわけじゃないです。ここか。ここですね。すいません。こうした事情からコモディティ需給が逼迫すれば、価格を上昇圧力を、そうですね。需給が緩和すれば下落圧力を受けることになります。そして、需給バランスがどちらかに傾くと、その傾向が持続しやすい、続きやすいと考えられますと言ってます。で、これが言葉で書いてあるときに、と思って持続しやすい、上昇トレンドは上昇トレンド、下降トレンドは下降トレンドかっていうことを実際のチャートで見れば、なるほどねっていうのがわかる、今回わかるようになりました。皆さんも気づいたかわかんないですけど、例えば、もうちょっと始まっちゃうので、後でちょっといいか見せますか。今、29分ですね。はい。じゃあ、この続きについて実際チャートを、コモディティ商品のチャートが一方通行なのかどうかっていうのを4時間足もしくは日足でお見せしたいと思います。だから、もしかすると、テクニカルをちゃんと見てれば、割とコモディティって長期で見ればチャンスなんじゃないかなっ
って思うようにもなりました。短期で見たらこれ大変ですよ。はい。短期で見れば大変です。はい。だけどちょっと長期で見ればという話をしたいのと思います。ではですね、11時半になりそうなので、またいつもの通り、猫ちゃんを出していきたいと思います。すみませんね。これ、最初から見てていいのかな？音鳴ってますかね、これ。はい、今日もよろしくお願いします。猫かぶさんの猫ちゃんいつもありがとうございます。ちょっと今度、このベルちゃんじゃないけど、変えますか？はい、猫かぶさんのところで違う。あ、これありがとうって何ですかこれ。あれなんかポストプライムまた変わりました？僕ちょっとこれなんかあるんですか？いいねじゃなくて、ありがとうになってますけど。あ、もしかしてこれ投げ銭ってやつかこれが。ちょっとありがとうございます。ベル鳴ってます。ありがとうございます。はい。それでは、ちょっと、アメリカの方ね、見たいと思います。ドン、来い。SP500 マイナススタートです。やっぱそう、投げ銭だったんですね。はいはい、やっぱりなるほど。そうか。投げ銭、そうか。猫かぶさん投げ銭した方がいいな、俺。はい。来ました。ナスダック、やっぱ 2.48 すげえっすね。14,000台にまた来ちゃいましたね。まあでもしょうがないって気がします。なんか本当に納得ですね。やっぱ先物と同じように最初乖離しますよね。ここからですよ。ナスダックがスタートはこうですけど、どこまで来るか。1日に 4% まで下げては来ないと思うんだけどな。ただまたね、10年国債もね、利上げ、利息がビーンって上がってるのでちょっと心配ですよね。はい。それでは、皆さんも注目の、アメリカの株をね、どれだけ落としてるかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。米国株70とこパーッといってきますね。いやー、メタ 24% ですよ。すごいっすね。もうちょっと待ってくださいね。これメタ見ていいですか？でも、ここか。今、あれ？違うな。ここじゃないわ。ここだ。久々見ました。24%。ここですよ。これ、すごいね。これって、信用取引やってる人いるのかな？信用取引っていうか、レバレッジ2倍、3倍ぐらいやってる人でも、もうロスカットされてるんじゃないです？だってここの今の位置って、ロスカットラインギリギリアウトですもん、これ。このサポートラインが、ちょっとごめんなさい、興味本位でテクニカルで。246ですよ。この低いとこ。ちょっと線引くか。メタの平行ラインが。246ですよ。今242ですよ、これ。やっぱまたどんどん下げてますね。25% までいっちゃいました。これ、絶対ショートカバーですよ、これ。ここで損切り入れてる人もいるかもしれませんね。今赤い、ごめんなさい、見にくいかもしれないですけど、赤く丸してるとこですね。大きく、いやー、もうチャート書けないですね、こんな。ポーンと。一部、個別株とかで、IPO 銘柄とか、新しい銘柄でも、こういうのありますよね。20% とか 10% とか平気で動いたりする。チャートが書けないようなもの。でも、大型株ですもんね、これ。ネットフリックスも書けなかったですけど、これを、チャンスと見るかどうかはわかりません。ちょっと。はい。とにかく、
今もう一回ちょっとメタの方でテクニカル上で言うと、この246っていうのが一つポイントです。なので、246まで上がってきて、ちょっといい動きをしていたら、もしかしてですよ、これこれ、危険だから、やれって言ってるわけじゃないですよ。チャンスはあるかもしれないだけ言っときますね。でも、もう今悲観なので、ここは。でも246は抵抗線としてここね、見てください。246は抵抗線ですので、まあ、もしかしたらいいかもしれないっていうだけは言いますね。やれって本当に言ってるわけじゃないので、僕だってこうリスクリワード書いてないですからね。はい。解説とトレードは違うよっていうことです。はい。すいません。ちょっとメータがもう26、もっと下がってますね。今 26% まで迫ってますね。どんどん下がってますね。これは、はい。もう絶対にあれです。ロスカットですね。だっておかしいですもん。みんなここまで投げ打ってるから。次の抵抗ラインはね、メタはね、ここですね。もし下げ止まるんだったらですよ。228。228。ちょっと、ここ、抵抗線入れときますね。228。はい。このライン。228から9のライン。またちょっとほっといて見ます、これ。ちょっと、これごめんなさい。メタ買ってる人ほんと申し訳ない。この20、ここで止まると思います。うん。止まるならここです。はい。それじゃあ、その続きいきますよ。ちょっと今もう全然相場じゃん。テクニカルな話ばっかしてますけど。じゃあちょっとパッパーっと見て、アマゾンが、なんでアマゾンこんな下げてんです？あれかな？やっぱちょっと連鎖してんのかな？ 4 点。だって決算じゃないですよね、アマゾンは。あれ？違いますよね。悲観で売ってんのかな、これ。4.8 ですよ。やばいっすね。Google は下げ、でもこれ下げてっても、Apple も Google もそんな変わんないっす。ほとんど変わってません。アリババも 0.35。ちょっと言ってきますね。Twitter が 6.52 って何これ？ Twitter 決算だったっけ？ちょっと、ごめんなさい。ちょっと見ますね。やっぱアメリカ株、コモディティやりたいですけど、アメリカ株気になりますね。これドルインデックスちょっと、消します。ツイッター。一回ちょっとツイッター入れますね。ツイッターもどそこねじゃないです、これ。あれ、2月10日じゃないですか。なんで？これもう、ハイテク売られて、あれかな？とばっちりかな？やっぱり。とばっちり受けてんのかな、これ。おかしいっすね。原油に戻します。もうツイッター大丈夫ですかね。本当に怖いっすね。はい。それでは、また元に戻して、主要なとこ言います。ネットフリックスとかは変わってません。もう 1% 前後は変わらずって言っときますね、今。大きくちょっと出てるやつ。NVIDIA が 1.83。これまだキープしてるぐらいですね。あれ、スクエアまた 5% 落としてますね。あれ、ちょっと上がってたんじゃないですこれ。なんかまた下げちゃいました。スクエア108ですよ。値が。これやばいですね。もう半分以下ですね。ピーク250ぐらいありましたよね、確か。コインベース 3.27 マイナス。ペイパル128か。2.69 下げてますね。もう、ペイパルも半分以下になってますよね、値段が。はい、ピークから。怖いです、これは。僕も損切りされました。はい。マイクロストラテジー 1.39。投げ銭です。聞こえます。ありがとうございます。あかんやつや。投げ銭です。収益ビジネ、広告収益、
ビジネスだからツイッター。ああ、まあまあ、SNS ですね、きっと。そういうことか。はいはい。マイクロスター、デルタ、航空、スターバックス、まだ上がってこない。ちょっと厳しいな、決算終わっても。マクドナルド変わってないです。安定してますね。いや、いいですね、マックは。マックとかコカ・コーラはいいです。強いです。絶対今年いいです。いいっていうか、他のより安定していいっていうことですね。ディズニー、もうちょっと頑張ってほしいです。変わってないです。ナイキ、エクソンモービル、まあ、高止まりですね。はい。フォード、ここはまだ決算前。テスラは徐々に、僕は買おうかなと思ってる水準、880近辺来てます。コカ・コーラあんま下がってません。下がってません。ダウの銘柄あんま下がってません。ギャップ1点。はい。もう、後半これダウ銘柄、ほとんど変わらないです。ハイテクだけブリンブリンしてるだけですね、今日は。だから、多分、見方はみんな、はい。ハイテクやっちゃったねっていう感じで見てもらえばいいと思います。はい。eBay はちょっと下げてますけど、まあ、1.57 なのでそうでもないです。何ですか、これ。T モバイルが 10% ぐらい上げてますけど、何が起こったんですか、これ。ちょっと待ってくださいね。T モバイルだけ見たいっす。なんか、どこにやろう。まあ、いいか。この、ロシアブルのやつ、ちょっと、あれするか。T モバイル、出しちゃいます。T モバイル、T モバイル、T モバイル。あれどこ行っちゃった？すいません。T モバイル。あった。ここで T モバイル、ドン。ポーンと言ってる。あ、決算だ。T モバイル決算でしたね。2月3日。どういう感じですか？あ、ごめんなさい。2月2日でした。これ1日ずれてました。あれなんでだ？終わってましたね。2月2日で決算が済み。で、これで OK。リスクリワード非表示。まあ、すごい下がってたので、T モバイルは 10% 上げてますけど、いやー、信用ならんけどな。あ、わかった。これ、予想がめちゃくちゃ悪かったんですね。予想が 0.13 ですもんね。で、結果が良かった。だから、ひどく予想を出してて、まだマシになったよっていうことで、こんだけ買われてるけど、これはいくらなんでも、割れすぎでしょう。はい。と思います、僕は。PR も高いですからね。これは、こんな言い方はですけど、売られる気がしますね。はい。一時期のなんかショートです。ショートカバー的な感じに見えますけど。そうですね。利益はまだ20年しか出てないのか。下がってはいるんですね。はい。ちょっと変わった動きしましたね、これ。はい。この T モバイルとはあたりちょっと本当にわけわかんないです。AT&T とか通信系の株わかりにくいですね。はい。ちょっとこれまたロシアのショートに戻しますね。今日、まあいいか今日。ロシアのショート今日やれるかや。コモディティバラエティの、すいませんね。またチャート戻しますね。いっぱい出してるので、チャート。だから、アメリカの株やってるとですね。はい。じゃあ、元に戻して、米国株の後、ちょっと後半ちょろっといって、特集いきますね。あと、主だったところは、グルーポンも 1.65 変わってないですね。IPO 銘柄からびっくりした。スナップっていうのが、これもスナップも SNS ですよね。さっき、ネツさんの言ったあれですね。広告収益ビジネスですよね。これ、スナップも。18.6 ですよ。めちゃくちゃ下がってますよ。もう一回出すか。スナップは出るかな、ここで。
個別銘柄見てると、もうこういうなんか 10% とか 15% とか平気で出てきますよね。スナップも多分、俺逆三尊書いてるな、昔。ちょっと待ってください。これどこのチャート？あ、これもうだいぶ前だからもう、26。あれでも、そんなに落としてるように見えないのはなぜ？あ、ごめんなさい。ボラティリティがすごいですね、このスナップは。72だったんですね、高いとこが。ってことは何？今の位置3分の1になってるってこと？これ。これもうマジで怖いですね。いや、もう、あれですね、ちょっとこう、ETF で、小型株とかもそうですけど、やっぱ IPO 銘柄って、もう今、持っちゃいけないんじゃない？ああ。3分の1になるってもう、考えられないですよね。でもやっぱ投資してるとチャンスだなと思ってね、スナップとかも、あとビビアンとかもそうですよね。IPO 銘柄、怖い。ビビアンもこれ載せてたっけ？最近見てないか俺。ないかな。はい。あれだ。ちょっとごめんなさいね。ビビアン見ていいです。ちょっとこれ、脱線してますけどかなり。ランキングで出してるな。これ出るかなここで。出してますよね。ちょっと小さいですけど、これですよね。皆さん知ってますかね？結構今年人気あったんですよ。ビビアンって。ちょっとテクニカルパート今出しますね。IPO 銘柄ですごい人気あったんですけど。もうリスクリワードが書けない。だいぶ俺前に書いてたんですね、これ。いや、いい会社だと思うんですけど、今、地合いがイケイケどんどんっていうか、上場するものとしては厳しいですよね。ちょっと大きくしますね、IPO 銘柄。いや、これも今日 4.4% ぐらい下げてますけど、もうみんなこれ手放しちゃってるか、どうなんでしょうね。61？ 半分ぐらいになってますもんね。こういうの覚悟するんですかね。ちょっと、僕も IPO やめちゃったので、はい。こういうのは。ちょっと怖いですね。コカ・コーラ。そうですか。そうですね。皆さんそうですね。今年は、ちょっとこんな風に言うといけないけど、分散投資をする年だと思うので、いろいろ本当見てほしいです。ハイテクは、長期で、例えばナスダックは買うのは別に、それはいいと思うんですけど、去年、一昨年のような、30% みたいなパフォーマンスは、プラスね、30%、これはやっぱ厳しいですよ。だから、いつもの、例えば、その目標じゃないんですけど、S&P500 が年利平均、年率 6% から 7% っていうなら、6% から 7% 以上あったら、よしと見なきゃいけないと思います。もうそれ以上は、やっぱり今年は厳しいだろうなっていうのも考えないと難しいですよね。あとは本当にトレードするなら遊び感覚でやった方がいいですよ。その点、シメディさんも S&P とかちょっとあったかわかんないですけど、なんていうかな。米国の長期積み立ては、今年もコツコツやってやるとね、問題ない。それプラス個別株でちょっと配当があったりするものを選んで、値動きがちょっと緩そうなものとかで、増配しているものとかを選んだり、増配する ETF を選んだりするのが
いいんじゃないかなって僕は思いますね。はい。安全っていうかもっと勉強されて、ちょっとチャレンジングに行きたいんであれば、チャレンジングして勉強してもいいと思いますけどね。でもこれ IPO 銘柄って勉強どころじゃないですよ。もうわかんないですもん。ここは。こんだけ下がるのも。はい。わかんないです。マイクロストラテジーとかビットコイン系も正直言って難しいっす。投資するの。あれももう IPO 銘柄に近いと思います。はい。はい。ということで、これまたこれロシアに戻しますね。はい。また最後にちょっと米国株の方ね、ナスダックどうなったかも見ていきたいなと思います。とにかく今日はハイテクがやられてるという一日かなと思いますね。はい。ロシア。はい。あれこれだよな。すいませんね。ちょっと表記を戻してます。はい。それではですね、特集に戻りたいと思います。すいません。そうですね。本当に、思います。コモディティのことですね。さっきコモディティが、言ってたのは、一方通行に上がりやすいよっていうことを言いました。はい。で、皆さんもうすうすコモディティ見て気づかれてるじゃないかなと思っているんですけど、どっからスタートしたここか。ね。エネルギーがいいよって言われてるもの。これをじゃあ冷やしにしますね。はい、冷やしにしました。原油も冷やしにしましたね。もう、ね。これ、思ったんですけど、もしですよ、皆さんが、レバレッジをすごく低くして、ね。これ、レバレッジが20倍とかでやっちゃうと、どうしても短期間でやんなきゃいけないじゃないですか。これ、もう見ていただくと結果論で言ってますけど、すごい綺麗じゃないです？上がる、下がる、上がる。しかもこの原油見てもらうとわかるんですけど、これ今冷やし、4時間して冷やし。見てください。これが、ここね、まず2020年の、8月がここですよ。赤くしたところ。2020年の8月。で、そこからですね、短期間では上がり下がりしてると思うんですけど、長期ってか冷やしで見てて、ここ、10月、これで、これどうやってやったらいい？どうやってわかりやすく説明すればいい？これか。価格日付と、これか。これでちょっとバーを出しますね。まずここ、上昇していた期間として見ると、これが、こう押します。これ原油ですね。原油の冷やしで上昇していた期間が、これで見ると75日、約2ヶ月です。ね。で、次。ここですよね。ここピークに下がってきますよね。この期間が、下がっていた期間が、ここまででいきましょうか。20% まで下げてきた期間がここ、46日です。46日。はい。で、上がってきたところ、今も現在も含めるとですね。はい。現在も進行中。43日。ちょっとこれだけで当然見えないですけど、長期でも見た時にも、コモディティの周期っていうのは、レバレッジを低くすれば、上がった、下がった、上がったって、これ、見てると、1ヶ月から2ヶ月の週は、
そのトレンド方向に近い動きをしてると見えませんか？はい。これが言いたかったんですよ。これでも、これをレバレッジ20倍でやってたら、こんな風に見えないはずです。今、コモディティが一定方向に進んでるっていうのは、この時間足って言って、僕は思うのは、原油だったらこの1ヶ月から2ヶ月の間は上がり続けていくと、こういう風に冷やしで見ればですね。ただ、冷やしをするためにこのレバレッジは最低5倍か3倍ぐらいで必要証拠金をたくさん入れて、じりじり見ていけばいい。ただ、今がチャンスかは、わからないです。でも、わかるのは、少なくともこの例えば原油であったら、今の位置が、例えばですよ。87で今ちょっと下がってきてるかもしれないなと思ったら、この今矢印出しましたけど、このサポートライン。この位置がですね、84.48 です。もし見たときに、今、テクニカル見えますよね。この84っていう数字を割ってきていたら、もうこれ原油が下がってきてるなと思えばいいじゃないですか。そうですよね。皆さん多分、これ、証券会社がいけないかもしれないですけど、IG 証券は、レバレッジ20倍でしかできないんですよ。今マイク叩いちゃった。これずるくないです？思うんですよ。レバレッジを低くしてみたら、これすごくわかりやすいチャートにも見えるんですよね。はい。まずこれちょっと考え方ですよ、コモディティ。僕はコモディティの需給の問題とかも大事だけど、その需給の問題を知って、長期的っていうか、1ヶ月2ヶ月は上がっていくんだろうなとか、ね、下がっていくんだろうなっていうのは、これで冷やしで見てわかると思います。で、コモディティやってる人って、日足とか週足で多分ね、あんまりチャート見てないんじゃないかなっていうのを感じました。はい。で、これがまた言えることっていうのが、原油じゃなくて農業商品にも言えます。今回のね、僕がね、トウモロコシいきますか。トウモロコシ見ましょう。いきますよ。トウモロコシ4時間足ですけど、これを冷やしにします。今、需給の問題とかいろいろ出てますよね。トウモロコシも。どうなのって。冷やしです。思い切って週足見してもいいかな、これ。日足でもいいですね。トウモロコシが、今これ見えますか？上昇トレンドになってるのが。じゃあいつからだって話ですよね。いつから上昇トレンド？期間のやつちょっと出しますね。予測ツールの、価格、日付とこれですね。じゃあこの、ダブルボトム実はこれ、どうしよう。ごめんなさい。見えますかね？結果ですよ。日足でダブルボトム見えますか？これ。からの上げてきてるの分かる？書いちゃった。分かります？上げてきてるの。はい。それがどの期間？じゃあここからスタートして、何ヶ月上げてるのって話ですよ。今も上昇トレンドですね。はい。よいしょ。はい。大事なのは、今回言ってるのは、どれだけ上げたじゃなくて、どれぐらいの期間上げてるかっていうのが大事です。横軸って言うんですけど、はい。結果言いますよ。111日です。何ヶ月ですか？ 4 ヶ月？これ4ヶ月上昇トレンドだと見てもいいじゃないです。で、これをやるためには、さっきも言いましたように、レバレッジが
20倍だとこんな風に見えないです。はい。まあ、今日のネツさんがね、ナスダックショートしましたっていうのは、きっとレバレッジ10倍とか、まあ、もうちょっと膨らましても5倍だと思います。うん。別にそれはそれで短期投資なんですよ、これは。完全に。でも、コモディティってみんな短期投資になりがちで怖いんですよね。で、もっと言うと、原油とか天然ガスとか、あるじゃないですか。あれって、長期投資で見てる人って難しいんですよ。しかも IG 証券だとそれがレバレッジ20倍でやんなきゃいけない。証拠金が多くなる。でも GMO クリック証券だったらこういうふうに証拠金をかける4倍とかかける5倍とかにして膨らますことができるわけです。KK さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。今日ちょっとマニアックな話をさせてもらってます。違う。TikTok の方も来ていらっしゃるんです。こんばんは。よろしくお願いします。すいませんね。なかなか TikTok の方もうまく見えなくて、今日ちょっとマニアックな話をしてますのでね。はい。またこれ、はい。なんて言ってるのかな。収録したら流せると思いますのでね。よろしくお願いします。ということで、コモディティをテクニカル上で見た場合に、一方通行になりやすいんだよ。レバレッジを低く持っていけば、うまくいけばかなり、長く持つこともできるよ。じゃあ、どこまで、我慢するのとか、実はですね、これ今、ちょっと変な話。まあ、ここは、短い時間足でやったら、どこで売ったり買ったりするか難しいですよ。だけど、長期でもし持つことができたら、一つ参考にしていただいて、皆さんがまずコモディティをやるときに、ちょっと考えてもらいたいのは、まず一つは株とは違う値動きをしているのは、これ見てもわかると思う。日足でこれ上昇トレンドトウモロコシがある。今こんな米国株の動きしてるのってコストコぐらいですよね。コストコか、まあ、そうですね、コカ・コーラか、マクドナルドか、銘柄にはこういうのも多少あるかもしれません。eBay もちょっと落としましたしね。はい。そうですね。で、あとね、あれです。砂糖もちょっと見ますか。意外な。これ気づきました。砂糖も冷やしにしますよ。ちょっと見てくださいね。砂糖はみんな気づいてるのかなと思いました。すっごい長い期間上昇トレンドなんですよ。冷やしで見たら。これ。このゾーンで。ただですね、IG 証券は、やっぱりレバレッジ変えれるのかわかんない。証拠金を、もし、これ、やれるとこないのかな本当に。はい。すごい思います。レバレッジ下げてくんないかなと思いますよ。砂糖すごい長い期間ね、上昇トレンドなんですよ。ちなみにですね、これどれだけ上昇トレンドだったか、ちょっと見ますね。これちょっと、引っ張りますよ、これ。これ、聞いたときに、あれと思いましたもん。見てください。ちょっとこれ、当て次第です。ちょっと週足にしてもいいです、これ。砂糖週足、初めてします。これ、1週間ですね。初めてです。こんな砂糖俺上昇トレンド書いたの。いきますよ。底値から砂糖がどれだけ上昇トレンドだったか。何日あったか。ズン。ドン。はい。出ました。砂糖は上昇し続けてです。これ見てですよ。週足ですよ、これ。砂糖は上昇し続けて、なんと、518日。1年半これで見ると上昇し続けてると見えますよね。短期で見ると多少下がってますけど、でもこの2020年の5月価格が11です。今が砂糖は 19.83 約2倍になってます。
1年半かけてじり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 と上がってると思えば、これを証拠金がもしちゃんとレバレッジを低くして証拠金を入れてじっくり上がってるかなどうかなって見ていく人がいたらですね、これは大変だと思いますよ。はい。ちゃんとトレードが上昇トレンドとして見ればということですね。これを短い時間足で、でも IG 証券とかなんでコモディティ商品ってみんなやらないからですかね。なんでレバレッジ20倍なんですかね、全部。ちょっと怒れちゃいます、僕。僕だから、本当に短期でやらないとコモディティはダメだなと思って、IG 証券でやる場合、ダメだと思ってるから、小麦の明らかにショートだなとかいうのはやったりします。はい。大豆も同じです。大豆もじゃあこれ冷やしにしますね。皆さんも気づいてるのかな、こういうの。一方通行で、一方通行になりやすい。コモディティは一方通行になりやすいっていうのが。一方通行っていうのは、もう言い方変えると、この大豆はこの前のところ、レンジの時期も長かったです、ここ。ボックス相場っていうんですか？はい。これも3ヶ月ボックス相場がありましたよね。で、そこから抜けてきただろうなと思うところを見ると、今現在のところからも、まあ、ボックス相場、そうですね。このあたりからか。どこから上げてるかを見るしかないですけど。大豆も、今1ヶ月半ですね。これ冷やし見てますけど、大豆も60日で上昇トレンドを形成していて、今ちょっと上がりすぎ、需給の関係がまたここ見えてきちゃったので、上がりすぎです。はい。でも、言い方としては、60日上昇トレンドって、個別株だってこんな動き、そんなしないと思うんですよ。はい。なので、今日ちょっと知っていただきたかったのが、割とトレンドが出ると、コモディティはトレンドが出ると、一方通行になりがちだよっていうことで、できれば、たくさんの証拠金を入れてレバレッジを下げて、何か好きなものとか、ね。もしかして、ここだったら下がるかな、いいかなって思うとこをじっくり待って、買ったり。もしかして、売りも一方通行になりがちだから、ショートも長いことショートで持つこともできるかもしれないですよね。ここ。まあちょっとショートの方が、皆さんはトレードしてると思うんですけど、ショートの方が下落圧力が強いので気をつけてほしいのは、ショートの方が下がってくるスピードが速いです。はい。売りを呼ぶんです。ロスカットとか、やっぱり、例えばロングが8割、買いが8割だったらショートが2割だとすると、2割の人、要は買ってる人が多い場合、ロスカットっていうのも効くんですよね。そうすると、売りが売りを呼ぶ確率の方が高いらしくて、ショートの方がこの横軸、ね、時間形式が早い。この大豆も1ヶ月ぐらいでバーンと落としてるので、ショートをやる方っていうのは基本どんな短期でも長期でもそうですけど、結構細かく値動き見てないといけないというのがありますので、もうちょっとまったりやりたいなという方はトレンドを見てモメンタム投資と言いますけど、上昇トレンドだなって思うときは証拠金を入れてロングを推奨します。だから僕はこのトレンドラインとかもロングを中心に書いてます。だからここにこれは大豆は高騰のためリスクリワード非表示と書いてありますけども、なんて言うんです？ショートの方は書いてないですよね。はい。だけどさっきも言いましたように、これそうですね。ちょっとお見せしますね。損してるかもしれないんですけど、どれだ？まず注文から見せますわ。
今日、昨日までの注文かな。はい。すいません。見えますかね。天然ガス。差し値 5.5 入れました。はい。5.52 で差し値を入れたってことで、天然ガスちょっと見せますね。ちょっとこれ直しますね。トウモロコシ。これはね、本当にね、偶然だと思います。天然ガス。4時監視。実は、ショートを入れた理由が、この、レジサポラインが、これ急騰したのを見たんですよ。で、レジサポラインがここにあったんですね。5.492、あれここか。5.492 っていうレジサポラインが1個あったんです。この横で見て。で、これ、僕リスクリワードをもしショートを入れ、これ高いなと思ったんですよ。で、この、パッと判断して、これショートのリスクリワードで、これが1で、ここがショートで2までいったら面白いトレードができるなと思って、はい。ここで、もし、ここもり、昨日、落ちたら、もうショートやめようと思ったんですよ。だから差し値を入れたんです、ここに。5.5 に。はい。ショートのポジションを入れました。で、たまたま、僕も突っ切ってもいいと思ったんですよ、これ。ここだったら売りをやろうと思って。ここもし、こういう感じ。ピーンといったら、この最高値の 6.2 まで、この上までロスカット引いてたので、はい。ロスカット引いてました。で、ここからだったらいい加減に下がるかなと思ったんです。で、このためには、ちょっとこれあれですよ、ライブだから言うんですよ。推奨しないですからね。これ、書いてあるのに、推奨してたらおかしいですもんね。これ僕がやったトレードということで、真似してほしいって言ってるわけじゃないです。ここ、変えました。天然ガスをレバレッジ4倍以下にしたんです。証拠金を2500円の5倍にしました。わかりますかね？で、倍率が20倍で、すごいボラティリティが高いから証拠金をたくさん入れてくださいねっていう意味です、これ。はい。で、ここ見えますかね？これ差し値ですね、今 5.5 が。これで、見えるかな？天然ガス、見えますかね？ちょっとごめんなさい。天然ガスで、ロットが1なんですよ。いいです、ここ。ロットが1。で、これ1ロットしか買ってないんですよ。1ロットしか買ってないけど、この右側、これごめんなさい。見えればいいですけど、13,129 円って書いてあります。わかりますか？これどこで見れるんだろう？証拠金は。ロスカットレートでしか見えないんですかね。さっきお見せしたの分かりました。もう一回見せますよ。これ、2500円かける5って言ってますよね。いいです？ 2500 円が1ロットなんです。でも、証拠金を5倍入れて、これ 12,500 円ですよね。はい。で、見ていただくと分かるように、天然ガス、13,129 円入れてます。で、ロット数が1。ここが、証拠金を5倍入れてますよ。ということで、こう5倍入れたことで、レバレッジを低くして、値幅を取って、ショートでも、きちんとロスカットされないように、幅広く取ったんです。これちょっと、これ、前のビデオでも結構言ってるので、TikTok の方とかは、実は前の動画とか流してるので、また見れたらと思いますけど。で、今、1日で、確かに、6000円ぐらい利益が出てて、多分1ロットだと、普通やってる人だと何も知らないっていうわけじゃないけど、レバレッジを決めてない人だと、2500円1ロットで入れて、うまくいけば、2500円1ロット入れて、6000円利益が出ちゃってる。で、レバレッジ20倍だとね。ウハウハじゃないですか、そんなんやってたら。だって、
2500円しか入れてなくて、6300円利益が出たらとんでもないですよね。でもこれは、それはギャンブルです。それはギャンブル。なので、こういう、ものに関しては、証拠金を多く入れておいて、もうこれどう見ても今は、ショートだなと思う自分が信じているレジサポラインとか、だったら、やってもいい。だから、例えばダンさんとかももしかしたら、うまく説明できてるかわからないんですけど、こういったものが。推奨しないでねって言えばいいじゃないですかね。僕はこうやってやってるけど、ここまでのことがわからないんだったら、やめた方がいいですよとか、言った方がいいと思うんですよ。はい。で、たまたま僕も成功してるんですけど、これ、失敗してもロスカットも僕は言いますので、ここまでもし天然ガスがブチーンといってしまったら最高値ロシアがもう全くヨーロッパにガス供給しませんって言って、中国だけじゃ、シノペックかなんかが供給しても賄いきれませんってなって、もう、需給の関係がおかしくなって、これが突っ切るようだったら、こんなんわかんないですよね。ロスカットされるかもしれないですよね。この過去最高値で、この秋に出した 6.4。はい。これはもう今結果論でしか言ってないので、真似はしちゃいけないです。ただ、こういったレバレッジを低くして、このロスカットラインと利確ラインをちゃんと出してやれば、ショートもうまくいくこともあるよっていうことだけ言いたかったです。はい。いや、わかりましたかね？ちょっとすいません。なんかうまく、コモディティはそれだけ一定方向に行きやすいということをちょっとちゃんとお伝えできればよかったですね。これトレーダーだからっていうかわかんないですけど、コモディティ商品やってない人もそうだし、ただですね、これわかると思うんですけど、金は僕ずーっと言ってますけど、1年間、ボックス相場だと思ってます。はい。これね。これです。これ。ここの、これ何日 ?233 日ですね、ここが。この範囲内。これボックスと見てます、僕は。もっと言うなら、もうちょっと低いですね。この利確と損切りライン見えます？ 1827 から1738。この100のラインに、1年、233日ですけど、ここが。どれだけの割合でこれ言います？ 9 割ぐらいの、なんていうの、この中の面積って言ったらいいです。はい。面積の中に9割方入ってますよね。金は。はい。でですね。もし、これをやるんであれば、今日ちょっと、なんか、もうトレーダーみたいな話ばっかしてますね。いいのかなこんな。すいませんね、この金の ETF2 倍ブルっていうのをやってほしいです。これちょっと中級レベルの話してますよ。金スポットがレンジ相場だったら、こう書いてありますよね。金スポットレンジ相場により、ブル商品による低減によるリスクと書いてあります。上岡さんでしたっけ？ポストプライムでも出されてる方で、チラチラっとうまいこと言ってましたね。あの方はレバナスについて低減リスクを言ってました。はい。低減リスクっていうのは時間によってどんどん下がってきてしまう。パーセンテージで、要は 10% 上がった、10% 下がった、10% 上がった、10% 下がったってやると、時間の経過とともに下がっていくことを、低減と言います。ということは、こういうレンジ相場の金とかの場合、こういうブル相場。もうこれチャート見てもわかりますよね。俺もこれ勉強してわかりましたけど、下がってますよね、じりじりと。金は、さっき言ったようにボックス相場でしたよね。ちょっと見せますね。これですね。金はこういう値動きしてます。これ現物ですね。はい。で、
金の ETF ブルは下がってますよね。これ比較するとすごいわかるんですよ。ということは、一つ知っていただきたいものは、ナスダックのレバナスは今まで上昇一辺倒だったので、ブル相場として良かったんですよ。だけど、最近始めた方とかだと、例えば去年の秋に楽天証券で、レバナス、レバレッジ、ナスダック100が出たと。で、出てから今ってレンジ相場がちょっと下がってるじゃないですか。これは危険です。今から始めている方は、レバナスは危険。でも僕みたいに一昨年ぐらいからやってる人たちはもうかなり貯金持ってやってるから、多少下がっても持ち続けてるんですね。はい。これはそういう、レバナスはそういう意味ですね。で、金とかもそうですけど、こういうブル相場、スポットがブル相場の場合、ごめんなさい。レンジ相場の場合、金2倍とかは下がりますのでね。もう一個言いますね。ちょっと話が逸れていけないですけど、原油は、皆さん見ましたよね。一方通行に上がってましたよね。だから原油の USO っていうブルも一方通行で上がります。当たり前かもしれないですけど。はい。だけど、原油だったら、僕はやらないですけど、原油は、なんつうの、やっぱりボラティリティが高いので僕はすいません。やらないですけど、なんていうのかな。こっちの ETF をやるか、今の原油の、先物 CFD を証拠金をいっぱい入れて、100ドルぐらいまで行くのかどうかっていうのを見てやってもいいんではないかなと。ごめんなさい。原油あれここか。はい。ね。さっき言ったように84まで下がってきたら、どうなのって、買うのやめるの？ショートに行くのって考えて大きく見てもいいかなと思います。原油は100まで行った時に次のフェーズが来ます。OPEC であったり、ね。そういうファンダメンタルのなんていうかな、話とかで大きく揺れてくるかもしれませんよね。エクソンモービルもそうかもしれません。原油すごい日足で見てすごいわかりやすいですよね。こんな揺れて。ね、揺れてますよね。でも上がり続けてますよね。ここコロナですね。週足で見るか。ちょっと週足で見たら原油も本当に持ってたらどうなってたんでしょうねって話ですけど、なかなかこんな風に原油を週足で見るなんてないだろうな。ここまで我慢して持ってる人なんているんだろうか。世の中で。日足まではいるかもしれないですけど、週足でこれから原油が上がるぞって持ち続けている人がいるかわかんないですけどね。3倍になってますけど。これは、未来人じゃないと読めない。ただ、もうちょっと先のことで、1ヶ月2ヶ月は持ってもいいよっていう考え方は絶対ありだと思います。はい。ただ疲れますよね。やっぱ、本当にトレードが好きじゃないと、1日2日でチャカチャカやらないと思いますよ。はい。これかもう、よっぽどなんつうかな、儲かることに快感を覚えてしまうかどうか。これはね、あんまりよろしくないなと思います。儲かった気持ちになって絶対に痛い目にやってやめようと思います。今日のその天然ガスみたいなもんですね。僕は天然ガスは証拠金いっぱい入れてるので、全然、儲かったっていう、次に、ちゃんと利確ラインも、もうここまで持ってるので、4.5 いくつまで行ったら自動的に利確するようになってるので、値動きそのまま、はい、トレード通りにやるだけです。と思ってます。今 4.5 切りましたね。はい、4.5 まで行ったら、勝手に、利確します。はい。あんまりここがうようよしてたらちょっと考えますけど、はい、そんな感じですね。はい。ということで、
そろそろ終わりに近づいてきました。あと、僕あとコーンを買いました。コーン買いました。先に。コーンはちょっと理由があって、まだ上昇トレンドだと、ハローどうも。いつもはすいません。なんか終わり際に。僕最近ちょっと自分の中で、11時スタートで、12時半ぐらいに、終わろうかなと思ってるんですけど。すいません。いいですこんなこと言って。すいません。なんかで、ちょっと実はこのチャットの上位チャットってなんだっけなんて言うんです、YouTube のチャットの人数とか、聞いてる人数とかが、12時過ぎてからとかの方が多くなったりするんですよね。みんな何やってんのかなと思うのかな、やっぱ夜遅くでこんなおっさんが喋ってと思ってるのか知らないですけど。でも、はい。もう限界が来るので。はい。本当は1時間ぐらいで終わらないとなんか、おっさん投げよとかって思わないですかね。皆さん眠いのにね、本当は11時から12時で終わるぐらいがいいかなって、またちょっと、はい、聞ければなと思いますけど、ついついいろいろ喋っちゃうとね、長くなってすいません、本当に。で、すいません。これ最後ですね。最後。トウモロコシなんですけど、僕は今回、614でまだロングだと思って買いました。これ、まだ、すいません。これ下がるかもしれないですよ。はい。で、結構幅広く証拠金も入れて、昨日下がってきたので、上昇トレンドまだつけねえかなと思って、で移動平均線も、これ日足ですけど、まだここにあるので、この移動平均線がここまで来たところ、596でもしダメだったら、もう損切りします。これが下落トレンドが始まるかもしれません。でもまだこの、需給の関係もわかんないですけど、大豆もそうですけど、トウモロコシは上昇トレンドかなと見てるんです。はい。これ短期で見たら違いますよ。これ1時間足ですね。もう1時間足で見たら、ほれ。いやー、下がってるってなりますよね、これ。これ1時間足ですね。はい。いや、なんか三尊天井に見えるみたいな、あります。これだから本当に、コモディティもそうですけど、どの時間足でどの幅で見るかによって、売りか買いかの考え方ってすごくね、違うってよくわかりますよね。積み立てする方もそうですし、はい。トレードする方もそうです。だから必ず、その解説をするときもそうですけど、自分の考えは何時間足で、これぐらいの期間で、これを上昇トレンドと見てますっていうふうに言って解説しないと、ただ売りだ買いだって言ってれば、どの時間足で喋ってるのっていう話なんですよね。はい。すごく重要。で、僕はコモディティは一方通行だって言ってるのは、日足のこの期間。まだこれで、111日です。この今、トウモロコシの111日を見て、まだ下落トレンドになってないだろうなっていう判断をして買いました。はい。でもまだわかんない。もうこんなんわかんないですよ。こっからズドーンと落ちてきて、ね、こういう風にね、っていくかもしれないですよね。はい。こういう値動きだってあるかもしれません。だから損切りは入れてます。はい。日足でも損切り入れますね。はい、ということで、割と僕の今回の、こういう数字、この数字ですね。ご理解いただければ嬉しいなと思います。4時間足で言ってますけど、基本ロングで、まったり1ヶ月か2ヶ月ぐらいは見てほしいよっていう意味でこの数字を出してるってことをご理解いただきたい。で、僕はこの通りに、トレードしてるものもあります。まあ、好き嫌いもあるので、分析したけしてるのもあるし、アラートをかけてるものもあるし、という風になってますね。はい。
米国組が動き出すんじゃ。あ、なるほど。なんだそれ。朝9時とか8時から9時っていう意味ですかね。動き出すんじゃ。はい。でですね、どれだったかなあ、そうそう。もう皆さんも知ってると思うんですけど、この、どうしよう。このブルシュ、これもいいか。中国レンジなので、こういうのも知っといてください。新興国レンジなので、ブルは下がりますのでね。はい。こうね。これ。新興国は、この新興国は、言ったかわかんないですけど、韓国、この、EDC というティッカーコードですけど、これは、なんだっけ。中国、韓国、ロシアか。が構成されている、ETF だと思います。上位3つが、そこら辺ですね。あとは、インドとかも多少入ってますけど、トレンド見てわかるように、下落トレンドです。で、中国も同じ。僕は上海は短期でロング入れてますけど、このブル商品に関しては、絶対もうショートです。絶対ショート。3倍ブルですけど、安下げ相場です。書いてないって言いながら 11.13 まで上がったらいいですよって言ってますけど、じりじり下げてます。この商品ゼロになっちゃうんじゃないですか？召喚されるんじゃないです思いました。はい。ということです。このブル商品とかは皆さんもよく知っていただくといいなと思います。現物がレンジな場合は、ブル商品は下がります。ということだけ知っておいてください。ということで僕この中も買いまし、注文のとこ最後だけお見せしますね。天然ガスさっき言いましたね。はい。中国ブル3倍、売り仕掛けてます。差し値入れてます。で、もしこれで、差し値で上がってこなくって、売りができなければ諦めます。1週間ぐらいかな。はい。金ブル。GU、さっき言いましたね。金のブル。これも売りを仕掛けてます。新興国のブル。さっき言った解説した EDC、新規売り。これも売りを仕掛けてます。はい。コーンは約定しました。はい。で、あと、また土曜日言います。不動産やろうと思ってます。土曜日。モーゲージ。差し値入れてます。これロングですね。はい。引っかかってくる気がします。ちょっと下げてきたんで、米国が、今、ハイテクも。不動産もちょっと見たいと思います。ということで、トレードのちょっと今、注文の方もお見せしましたけど、ブル商品が、新興国とかが下がってくるよっていうことで、こういったことも、差し値も入れさせてもらってるということだけお伝えしたいなと思う。これまた、結果もお見せしたいと思いますね。買ってるのは今、9銘柄ぐらい、10銘柄ありますけど。はい。ということで、分散投資っていうことも含めて、コモディティも見方としては長期というか1ヶ月2ヶ月で見ていって、やってほしいよっていうことをお伝えいたしました。では、土曜日がこの、リートもう一回、やったりしたいと思います。あとまた、バラエティの商品も見たりとかもしたい。で決算もちらっとやってきつつ、仮想通貨を睨んでいくということになる。仮想通貨がね、もう、まだね、なんかこう、面白くないですよね。はい。すいません。なんかこんなこと言ってしまって。はい。ということで、土曜日11時くらいから、トレードはちょっとそんなにね、ないかもしれないですけど、いろんな銘柄をまた解説をね、多分土曜日の方がいろいろ銘柄解説できると思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、今日またニュースにこうちょっとして、放送の方はね、終わっていきたいと思います。また土曜日の11時から、元気に行きたいと思います。あと、水ぶくれも少しは治ってくれるといいなと思います。
すいません、もう足が、ちょっと、でも、ウォーキングはやめません。はい。頑張ります。はい。では、そんなところで今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。